みんな、ずんだもんなのだ。今日も元気いっぱいに世界のニュースをお届けするのだ。今回ずんだもんが紹介するのは、南太平洋に浮かぶ美しい島国、バヌアツなのだ。実はね、みんな、聞いてほしいのだ。このバヌアツには、なんと水深3メートルにある世界で唯一の水中郵便局が存在するのだ。スキューバダイビングをしながら、防水はがきを海の中から送れちゃうらしいのだよ。すごすぎなのだ。今日はそんな魅力いっぱいのバヌアツから、とっておきのニュースを全部で5つ紹介するのだ。中でも特に注目なのが、3つ目のニュースなのだ。トレス諸島民、ビラでカニを売るためだけに数百万バツを費やす、という記事なのだ。故郷のコミュニティのためにチャーター便まで雇って、何百万バツものお金をかけて、遠くの首都までカニやロブスターを運んでいるトーマスさん。彼の奮闘ぶりは、まさしくヒーローなのだよ。今日のニュースも最後まで楽しんでほしいのだ。この動画が面白いと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録も忘れずによろしくなのだ。さあ、みんなでバヌアツの素敵なニュースを一緒に見ていくのだ。皆さん、南太平洋に浮かぶ宝石のような島国、バヌアツをご存知なのだ。オーストラリアの北東、フィジーの西に位置するこの国は、80以上の美しい島々からなり、手つかずの自然と豊かな文化が魅力的なのだ。首都はエハテ島にあるポートビラで、活気あふれるマーケットや美しいビーチが楽しめるのだ。バヌアツは、かつてイギリスとフランスという2つの国による珍しい共同統治を経て、1980年に独立した歴史を持つなのだ。現在は議会制民主主義の国で、人口はおよそ30万人。多様な民族が共生し、独自の文化を守り続けているのだ。主要な産業は、美しいサンゴ礁や活火山、そして独特の文化体験ができる観光業なのだ。コプラやカバ、カカオといった農業も重要なのだ。文化的には100を超える現地語があると言われるほど多様で、世界最古のバンジージャンプのルーツとされる伝統儀式など、ユニークな風習が今も息づいているのだ。近年では、気候変動による海面上昇や巨大サイクロンといった自然災害が大きな課題となっていて、国際社会にその影響を訴え続けている国でもあるのだ。しかし、困難にも負けず、人々は笑顔でたくましく暮らしているのだ。手つかずの自然と温かい人々が待つバヌアツへ、ぜひ一度訪れてみてほしいのだ。一つ目のニュースなのだ。TSC、政府系取締役を契約制に戻す方針という記事なのだ。みんな、聞いてほしいのだ。公務員委員会、TSC が、政府の局長さんたちを契約職に戻そうとしているって発表したのだ。これで、お仕事の効率をぐんと上げて、責任をはっきりさせて、リーダーさんたちをどんどん新しくしていこうって計画なのだ。実はね、2018年に法律が変わって、局長さんたちは一度3年契約になったんだけど、2022年には PSC に何の相談もなく、また常勤職に戻されちゃった過去があるのだ。でも、PSC のマーティン、前委員長は、今年11月の議会で法律をもう一度改正して、契約職に戻したいって言ってるのだ。なんでそうするかっていうと、いくつか理由があるのだ。まず、組織全体での一貫性が大事だからなのだ。事務総長さんたちはすでに契約職で働いているから、同じくらい偉い局長さんたちも契約職にすることで、幹部全体のリーダーシップが統一されて、もっと協力しやすくなるって考えてるのだ。前委員長も、生産的な環境を作るには、契約職が不可欠なのだ。って強調してるのだ。それから、今の常勤職の局長さんの中には、国の大事な目標、例えば、国家持続可能開発計画の目標がなかなか達成できていない人もいるって PSC は見てるのだ。遅刻したり、休暇をずるしたり、公的なものを勝手に使ったり、予算をうまく管理できなかったり、いろんな問題が見つかったらしいのだ。これだと、国民の皆さんからの信頼も失われちゃうから、
成果を出す契約職に切り替える必要があるって判断したのだ。実際、契約職のリーダーさんの方が常勤職の人よりも良い結果を出す傾向があるってデータもあるのだ。さらに、大学を卒業したばかりの若者が公務員になりたいって増えているから、新しい才能がリーダーになる道を塞がないように、契約職で機会を増やしたいって考えてるのだ。定年退職が60歳で、シニアの皆さんの健康面も考慮すると、常勤職でずっと続けるのは難しい場合もあるから、契約職だと人員計画もしやすくなるのだ。だから、今回の契約職への変更は、もっと責任感を強くして、お仕事を上手に回して、リーダーシップをずっと新鮮に保つための、とっても大事な戦略的な決断なのだ。これで、国がもっと良くなって、みんなが暮らしやすくなるように、DSC は全力で頑張るのだ。なのだ。2つ目のニュースなのだ。コカイン 450kg 押収。中国、トルコ人乗組員を逮捕という記事なのだ。2025年8月28日、バヌアツで大規模な麻薬摘発があったのだ。ヨット、ミーアモアからコカイン 450kg が押収され、中国人1名とトルコ人2名の乗組員が逮捕されたのだ。これはバヌアツ警察、税関、入国管理局が協力した合同作戦で、オーストラリア連邦警察も支援したのだ。このヨットは8月7日にガウア島沖で住民に目撃され、不審な活動が疑われたことから捜査が始まったのだ。最初は空の地方政府本部へ移送され、その後、ポートビラへ運ばれて詳しい調査が行われたのだ。警察や税関などが連携して船内を調べた結果、隠しコンパートメントから大量のコカインが見つかったのだ。アンドリュー・ソロモン・ナクアット内務大臣は、この作戦がバヌアツ警察の100日計画における海上警備強化の成果だと強調したのだ。また、国境を越える国際犯罪と戦い、バヌアツを守るための法執行機関の連携が効果を発揮した証拠だと述べたのだ。大臣は市民に対し、国境を守ることは警察や税関だけの責任ではないと訴え、不審な船や活動を見かけたらすぐに当局に報告するよう呼びかけたのだ。今回の事件は、バヌアツや太平洋地域が国際犯罪と戦う上で、ますます大きな課題に直面していることを示しているのだ。政府機関は、バヌアツが違法薬物の通過点にならないよう、常に警戒を続ける必要があるのだ。ちなみに、バヌアツでこれほど大規模なコカインが押収されたのは、2013年以来2度目なのだ。3つ目のニュースなのだ。トレス諸島民、ビラでカニを売るためだけに数百万ドルを費やす、という記事なのだ。トーレス諸島に住むトーマス・プトゥンネタさんという人が、故郷のコミュニティのためにとっても頑張っているのだ。彼の奮闘ぶりは、まさしくヒーローなのだ。彼はココナッツガニやロブスターを売るために、なんとチャーター便を雇って遠く離れた首都ポートビラまで運んでいるのだ。高速な輸送手段が他にないから、仕方なくそうしているって説明していたのだ。だって、ポートビラまで片道のチャーター便代だけで約72万バツもするのだ。漁師さんから買った食材の代金も合わせると、だいたい140万バツくらい使っている計算なのだ。すごいお金がかかっているのだ。でも、彼はこれでカニを得る人たちにお金を払っているのだ。そのお金は、子供たちの学費になったり、家族の毎日の生活費になったりして、地域の人たちにとっても喜ばれているらしいのだ。本当に素晴らしいことなのだ。彼はバヌアツ漁業省から正式な許可をもらって、ポートビアでココナッツガニを捕まえたり売ったりしているのだ。今回の輸送では、300匹以上のココナッツガニとロブスターを運んだそうだけど、トーレス諸島でのココナッツガニのシーズンはもう終わりみたいなのだ。だから、これからはロブスター漁に力を入れるのだ。懐中電灯や電池とか、夜にロブスターを得るための道具をすでに島に送っていて、9月末までにはポートビラに運ぶ予定なのだ。トーマスさんの努力が、トーレス諸島の人たちの生活を支えているのだね。これからも応援したいのだ。
4つ目のニュースなのだ。MALFB が語る人事課題と過剰な旅費予算という記事なのだ。皆さん、聞いてほしいのだ。バヌアツの農林水産バイオセキュリティ賞 MALFB。ちょっと困ったことが起きているみたいなのだ。まず、人事の問題なのだ。省の幹部職がたくさん空席で、代行の人が業務をこなしているのだ。特に、畜産、林業、バイオセキュリティの3つの重要な部門で、局長が代行なのだ。これではサービスがきちんと提供できるか、委員会も心配しているのだ。局長のトゥムコンさんは、新しい組織体制への移行がまだ承認されていなくて、たくさんの席が空いていると説明したのだ。林業局長は、前の局長さんの裁判が終わるまで新しい人を任命できないらしいのだ。バイオセキュリティ局長は、前任者が亡くなってしまって、今新しい人を探している最中なのだ。でも、畜産局長は2年以上の空席を経て、やっと新しい人が決まったのだ。省には全部で200人の職員がいるのだ。次に、旅費の問題も取り上げられたのだ。国内移動になんと1700万バツも使われていると委員会が指摘したのだ。トゥムコンさんによると、これは昨年発生したココヤシカブトムシの監視や、全国から職員を集めて能力を高めるための農業普及フォーラムに費用がかかったからなのだ。それに、業務の地方分散化を進めるためにも、たくさん移動が必要になるのだと言っていたのだ。この日、トゥムコン局長は、農業局長や各部門の局長たちと一緒に委員会に出席して、省の活動や職員の状況、プロジェクトについて説明したのだ。委員会からは、2024年の年次報告書を提出するように求められたのだ。委員会は政府与党から4名、野党から3名の議員、合計7名で構成されているのだ。この問題、どうなるか、ずんだもんは気になっているのだ。5つ目のニュースなのだ。操業許可のための産業用ヘンプ、医療用大麻法改正が必要という記事なのだ。ねえねえ、知ってるのだ。実は今、産業用ヘンプや医療用大麻の事業を始めるのに、ちょっと困ったことになっているみたいなのだ。今の法律だと、せっかく許可をもらっても、すぐに活動を始められないことがあるのだって。だから、法律の改正が必要なのだよ。この話はね、農業、畜産、林業、バイオセキュリティ省のトップ、ティモシー・トゥムコン局長さんが、この前、経済、外交政策上に異議あっているところで報告したことなのだ。局長さんによると、事業を始めたい会社さんたちが、銀行口座を開設するのに苦労しているそうなのだ。それに、海外から必要な資金を送ってもらうのも難しい状況なのだって。これは、今の法律に銀行の口座開設や資金移動に関する制限があるかららしいのだ。今の産業用ヘンプ及び医療用大麻法は、せっかくあるのに、事業者さんたちが全ての活動をちゃんと進めるには、まだちょっと機能不足なのだ。だから、銀行が事業者さんに必要なサービスをきちんと提供できるように、法律を直さなくちゃいけないのだよ。この大事な改正案は、今年の終わりまでには議会に提出される予定なのだって。これで、ヘンプや医療用大麻の事業がもっとスムーズに、そして安全に進められるようになることを、ずんだもんはとっても期待しているのだ。バヌアツのニュース、どうだったのだ。美しい自然だけでなく、公務員改革、麻薬対策、地方経済支援、新産業育成と、国が抱える多様な課題に果敢に挑戦していることが伝わったのだ。困難にも負けず頑張るバヌアツの人々、ずんだもんはこれからも応援するのだ、なのだ。こんにちはなのだ。この番組では
世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。